はい、パート16始めていきたいと思います。今回は牧場を作っていきます。その前にね、ちょっといろいろやりたいことあるんで、やっていきましょう。はい、前回集めた泥を使ってですね、泥レンガを先に作りたいなと思います。道具屋さんのね、お家も建てなきゃいけないですし、今回はちょっといろいろ盛りだくさんで作っていきたいなと思います。まずはね、泥レンガを作ります。泥レンガはまずね、固まった泥を作んなきゃいけなくてですね、泥ですね、泥と小麦を合わせると、この固まった泥ができます。で、固まった泥をね、まずは全部作っちゃいましょう。はい、固まった泥全部できましたね。そしたら、今度はこの固まった泥を4つ集めると、これですね、泥レンガができます。はい、泥レンガを全部にしちゃおうかな。泥レンガ全部作っちゃいましょう。はい、そうすると泥レンガができたので、今回ね、泥レンガを道に使っていこうかなと思ってます。なので、ハーフにしてしまおうかな。はい。こんな感じですかね。こんなに使うかな。とりあえず60枚、ハーフ作りました。で、泥レンガをね、どこで使うかというと、この花屋さんの後ろですね。ここに花壇を作ろうかなと思ってます。せっかく花屋さんが近くにあるんでね、花の栽培をしようかなと思ってます。では早速レンガを敷いていきますね。ある程度区画作ってしまって、間に泥レンガを敷いていきたいと思います。はい、道の部分ですね、泥レンガ引いていきます。いいですね。やっぱ新ブロックということでね、ちょっと色味も見たかったんですけど、いい感じかもしれないですね。はい、レンガで囲ったところにね、泥レンガの道を作ってみました。で、今回、レンガの中は荒れた土を使います。このね、草が伝播しない土ですね。早速作っていきましょう。やっぱね、花壇の中はね、伝播してない方が綺麗かなと思って、今回低いんでね、こんな感じかな。はい。いいですね。やっぱ、こう、伝播しない土を使って花壇はやっぱり絵になりますよね。そしたら、バラを植えたいんでね、ちょっと花屋さんから拝借していこうと思います。で、この高さ2の花は骨粉を使うと増やすことができるんで、隣のね、骨粉製造機で大量に溜まった骨粉を使ってバラを増やします。早速バラ増やしていきましょう。こんな感じですね。こう骨粉をかけるとね、どんどんバラが出てくるんでね、どんどんバラ増やして埋めていきます。1段前に出てるところにはね、スイートベリーを植えてみました。これで花壇の完成ですかね。はい。スイートベリーがね、こう、育ってきたら、またこう、赤みのあるこの花壇が一層映えるかなと思うんで、植林場もね、隣にあって、ここはなんか草のエリアって感じですね。花のエリアって感じですね。はい、そしたら道具屋さんの、住むお家を作りたいと思います。まだね、お家がないんで、道具屋さん作れてないんですよね。なので、ここのちょうど空いてるところに、道具屋さんの家を作ります。そうですね、今回作ろうと思ってるのは、かやぶき屋根の家ですね。農家の時に一回作ったと思うんですけど、なんていうんですかね、こう、周りから寄せた後に三角形の屋根を作るみたいな、
そんな家にしたいなと思います。まずは、道具屋から家までの道を作って、基礎を作っていきたいなと思います。で、隣の屋根からね、3マス離さないとぶつかっちゃうんで、3マス離れたところに基礎となる、まずは木材を置いていきます。原木ですね。はい、こんな感じで今回はねちょっと小さめに作ります。はい、下にね丸石を引きました。これで、基礎の完成ですね。いつも通り骨組みを組み立てていきたいと思います。今回もそんな特別なことはせず、高さ4の骨組みですね。はい、骨組みの完成です。今回はあれですね、道具屋さんが住むだけの本当にただのお家を作ろうと思ってるので、大それたことは何もしません。なので、サクサク作っていこうかなと思います。屋根は、周りから寄せていって、まず、1段目2段目は寄せて作りたいと思います。で3段目からですね、切り妻屋根ですね。はい、矢切の部分ですね、屋根が外から見える部分は、頭皮の木材を使っていきます。ここは農家とほとんど変わらないですね。なんかこうかやぶき屋根っていうと、この薄いカシの木の色がちょうどいいのかなっていうのもあって、でカシの木とねこの頭皮の木材の色味が結構この濃淡がいいんですよね。はい、屋根完成です。まあもうね1回2回作ってるんでサクッと作れましたね。内装を固めていきたいと思います。今回小さい家なんでねそんなにこだわりとかはなく、人が住めればいいかなと思ってます。外側もね、道具屋さんということで木材が置けるスペースを作りたいと思います。お家できたんでねベッドを置いて早速住民を増やしましょう。はい、子供生まれたんでね連れて行きます。はい、こんな感じで2人生まれたんでね、成長待ちましょうかね。はい、道具屋完成しました。完成っていうのかな、道具屋さんに成長してくれました。なので開放していきたいと思います。ここね1マスだと子供の状態だと抜けられちゃうんで、ちょっと大人になるまで、トロッコの中にいていただきました。はい、これで道具屋の完成ですね。はい、こじんまりしたいい家になったかなと思います。はい、そしたら今回のメイン牧場を作っていきます。で牧場といってもね、牛舎だったり羊小屋だったりあると思うんですけど、まずはそういったものの前に母屋ですね。牧場で働く人たちとかが住むような母屋をまずは建てていきたいなと思います。基礎の部分ですね、基礎の部分、丸石で作っていきます。で今回、木組みに使うのはアカシアの木ですね。はい、でそうですね、結構牧場の屋根ってよく皆さんも見たことあると思うんですけど、こう初めが急勾配で1段階で緩くなる、そんな屋根になるんで、
ちょっと幅もね大きめに作っていきたいなと思います。はい、基礎になる部分はねこれで完成ですね。そしたら骨組みを作っていっちゃいたいと思います。高さは4ですね。いつも通り4の高さで作っていきます。ただ今回屋根がはじめ急勾配なんでね結構高い屋根になるんですね。なので、1階層だけでは終わらないと思っています。はい、1階層目これで骨組み完成ですね。そしたら、2階層目も作っていきます。2階層目も同じ高さですね。高さ4の骨組みを、2階の部分に作っていきます。こう高い建物ってね落下すんのが怖いんですよね。これあれですね、屋根が1つ増えるんで1マス開けてますね。はい、そしたら、まずはねここら辺になるかなっていう当たりをつけてから、上に伸ばして高さ4の骨組みを作っていきたいと思います。はい、骨組み完成ですね。これで多分全体的な骨組みができたので、今度は屋根を作っていきます。早速屋根ですね。今回は黒カシの屋根、はい、外枠を黒カシで作っていきます。まずは、外枠を一周作ってしまいましょうかね。はい、1層目できましたね。2層目作りますで、今回、勾配をつけて作っていくので、今回は1ブロックですね。2層目はブロックを置いていきます。で、牧場の屋根ってね、赤い屋根が多いかなと思うんで、マングローブでもいいかなと思ったんですけど、マングローブ探しに行く手間が、ね、まだ見つけられてないんでね、今回はアカシアの木で作っていきます。骨組みもねアカシアなんでね、ちょうどこうアカシアの家っぽくなるかなっていうので、はい、アカシアの屋根にしていきます。片側終わったんでね、反対側も作っていきます。こういったね高い屋根は片側ずつ作った方が安全ですよね。はい、勾配のきついところはこれで終わりですね。ここからは普通に、普段作ってる切り妻屋根ですね。一段ずつ寄せていく、そんな屋根を作っていきたいと思います。こういう高い屋根はあれですね。一度食堂ですか、レストラン作った時に作ってますね。高い屋根って怖いんですよね。この、なんとも言えない高さっていうんですかね、こう下が見える時がすごい怖いですよね。結構こう足場とかあってもね、落ちたら結構ダメージ食らうんで、高所の作業は気をつけてやっていきたいと思います。はい、最後緩やかな、天板は3枚並べて作ります。勾配をね最後極力なくしたいので3列すべてハーフで埋めていきたいと思います。はい、これで完成ですね。屋根、いやー怖かった。はい、いいシルエットですね。こう勾配がきついところから緩やかになる感じで、でまたこの赤い屋根もね牧場っぽいかなと思います。そしたら、外壁を作っていきましょうかね。はい、まずは1階部分から、作っていきたいなと思います。で、牧場なんでね、地面に接する部分がおそらく多いかなと思うんで、まずは、地面と接する部分は
アカシアの原木に変えていきます。で、地面とね、接しない、なんていうんですかね、農場から直接入るような場所じゃないところは、丸石のままにしたいなと思います。扉をね、つける場所っていうんですかね、牧場から入ってくるような扉をつける場所は、極力丸石を削って原木に変えて、外壁を整えていきたいと思います。結構ね、大きい建物になってるんでね、なんかあまり単純なものにならないようにしようかなとは思ってるんですけど、まあでもね、左右対称もなかなか美しいんですよね。どうしても左右対称になりやすいんで、ちょっといろいろ考えながら作っていきたいと思います。はい、1階部分の外壁完成しました。どうですかね。まあ、ちょっとね、右側と左側で雰囲気変えていい感じになったかなと思います。内装ですね、1階部分まず仕上げていきたいなと思います。床と細かいところ作っていっちゃいたいと思います。今回ね、左右で外壁も分かれてるんですけど、内部もね、高さを変えて作ってみました。はい、階段を作っていきます。久々にね、ちゃんとした2階のある建物なんで、ちゃんとした階段を作って、2階もね、ちゃんと作り込もうかなと思ってます。はい、この屋根がね、のっぺりしてるんでね、ここに出窓を作っていきたいなと思います。胴間っていうんですかね、外から見ると、ちょっと屋根の間をくり抜いたような、そんな窓を作っていきたいなと思います。あれですね、パート6で1回作ってますよね。鍛冶屋さんとかのお家が多分出窓になってると思うんですけど、今回は、勾配がね、きつい家なんで、ちょっと前とは違う形で作っていきたいなと思います。はい、ドーマ完成しました。逆側もね、作ってみました。そしたら、天井を作っていきます。はい、どうでしょうかね。なかなか落ち着いたいい色になりましたね。屋根とまた頭皮の壁がね、綺麗な色でバランス取れたんじゃないかなって思います。はい、そしたら、2階のね、内装を作っていこうかなと思います。今回2階にはね、あれですね、羊飼いの方に住んでもらおうかなと思ってるんで、羊飼いが住むようなこの機織り機を作ってきました。階段からね、落ちないように、サック代わりの、机を置いた後に、ここら辺に置いていきましょうかね。これですね、しゃがまないとね、開いちゃうんでね、皆さんも置くときは、一回しゃがむといいかなと思います。はい、機織り機こんな感じですかね。そしたら、居住区ですかね。寝室やら何やらを作っていきたいと思います。今回なかなかね、大きい家になってるんで、寝室部分とね、作業部分、うまく分けられたかなと思います。前にあれですよね、花屋さんかなんかもすごいだだっ広くて、
あそこもそうか、地図屋さんもそうですね。地図屋さんも確かだだっ広くて、地図屋さんに至っては埋めてますよね、確か。で今回はね、ちょっと埋めずに、ちゃんと全部使えるような形で内装を作っていきたいなと思います。内装って難しいですよね。情報量を増やせば増やした方がいいのはわかるんですけどね。変に増やしすぎると、まとまり感がなかったりして、結構内装はね、苦労しますね。今回ね、機織り機がある家ということで、ちょっと絨毯を多めに使って内装を完成させていきたいなと思います。はい、牧場を作るですね、母屋ですね。母屋を作りました。どうでしょうかね。もう線路もね、つなげて村人がいつでも来れるようにはしてるんですけど、ちょっと牧場部分をね、牛舎とか羊小屋とか作って完成してから連れて行きたいなと思います。というわけで、パート16、牧場の母屋を作るですね。これで、完成とします。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。そうですね、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。